今回は世界が注目するガザ人質解放、単なる事件ではなく100年以上続く中東の歴史の延長線上にある出来事です。なぜこの地域で悲劇が繰り返されるのか、近代史を軸に分かりやすく解説します。第1章、直近の動向。2025年10月、ガザ地区で拘束されていた人質の一部が国際赤十字の仲介で解放されました。この人質解放はイスラエルとハマスの間で結ばれた一時的な停戦合意の一環。背後にはカタール、エジプト、アメリカなど複数国の仲介がありました。しかし歓喜の裏で依然として行方不明の人々、そして報復を恐れる人々がいます。この人質の悲劇はなぜここまで根深いのか、その答えは1948年以前に遡ります。第2章、イスラエル建国とパレスチナの分断。20世紀初頭、第一次世界大戦後、イギリスが支配していたこの地にユダヤ人の移民が急増。1947年、国連がイスラエル建国とアラブ国家設立の分割案を出します。しかしパレスチナ側は不公平だと反発。1948年、イスラエルが独立を宣言すると周囲のアラブ諸国が侵攻します。その戦いで70万人以上のパレスチナ人が故郷を追われ、難民としてガザや周辺国に押し込められました。この失われた土地が彼らの怒りの原点です。第3章、ガザの支配と人質戦略の始まり。ガザ地区はもともとエジプトの管理下にありましたが、1967年の第三次中東戦争でイスラエルが占領以降、ガザは封鎖、貧困、報復の連鎖に陥ります。2007年にイスラム組織ハマスが政権を掌握して以降、イスラエルとの対立は激化。ハマスは軍事的には圧倒的に不利なため、人質を交渉カードにする戦術を使うようになります。イスラエルは国民保護を最優先とし、一人でも救うという強い世論が存在します。その真理をついたのがこの人質戦略と言えます。つまり軍事的な勝利より政治的な影響力を得る手段だったのです。第4章、人質解放交渉と国際社会の思惑。今回の人質解放も単なる人道的決断ではなく、各国の思惑が交錯しています。カタールは外交的存在感を高めたい。エジプトは国境管理と治安を維持したい。アメリカは中東における交渉の主導、影響力強化という戦略的利益。イスラエル政府も国内支持を意識しており、この停戦と人質解放は政治的ショーケースでもあるのです。その一方でガザの市民生活は依然として危機的。解放と封鎖の二重構造が続いています。第5章、未来への問いかけ。歴史を紐解くと、この地で起きていることは偶然ではなく100年の積み重ねの結果であることがわかります。土地、信仰、国家、そして恐怖が複雑に絡み合ってきた。ガザ人質解放は終わりではなく、過去と現在のつなぎ目。本当の意味での解放とは、互いが恐れずに共存できる未来を作れるかにかかっています。もしこの動画が役に立ったと思ったら、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。